皆さん、こんにちは。ボイチです。マスクは本当に暑いです。このマスクはとても暑いので、新しいバージョンを準備しています。さて、今日は講義の時間です。実はこの講義を昨日取りました。この質問に対する回答を約1時間20分取りました。1時間20分を取ってよく考えてみたら、これはちょっと間違ったみたいだ、取り直さないと、悩んだ末にまた撮影中です。それでは質問を読んでみます。日本語チャンネルの方からの質問です。質問してくださって本当にありがとうございます。初心者に答えてくれて手伝ってくれて本当に嬉しいです。初心者が経済的に余裕があり、心配なく漫画で成長するために漫画でお金を稼ぐ方法を教えてください。この質問をする理由はここから重要です。私がまだ10代だということ、両親の家を出る予定とのこと、独立されることになったんですよね。次は好きな漫画でお金を稼ぐ方法を学びたいこと、私たちみんなが望んでるんです。私も知りたいです。好きな漫画でお金を稼ぐ方法、そして漫画をずっと描きたいからです。これはとてもいい質問と話です。漫画を出版するのはとても大変で時間がかかる仕事だと思います。その間に経済的利益を得て、漫画が出版されるまでずっと自己開発をしなければならないでしょう。こういう質問です。とてもいい質問です。この質問が良い理由は、この生々しい臨場感があるからです。こんな生々しい臨場感のある質問は特に日本と韓国が多いようですが、ディレクターさんはなぜそうだと思いますか？漫画家を夢見る方がたくさんいるのでは？そうです。ディレクターさんはたまに天才のようです。一応漫画家を希望する数が多いです。数が多いというのがとても重要なことです。その次に漫画界が存在します。ただの漫画界じゃなくてとても大きくて強力な数千人の作家たちが同時に連載をしているこんな漫画界が日本と韓国には存在します。数多くの漫画家がいます。うちの町に漫画家がいる確率がゼロではありません。よく見てください。こちら埼玉行田市。漫画家が少なくとも1人はいます。それが与える臨場感。私が韓国でデビューできるということ、これが与える生々しさは同じように努力して同じように勉強をしても感じられる現場感が違うしかありません。このような質問を世界の漫画家志望者たちが一緒に見るとすごくいいと思います。たくさん質問してほしいと必ずお願いしたんです。合わせてもし韓国人志望生もご覧になっていたらぜひご質問をお願いします。まず質問の内容を分析してみると、漫画を出版してやるのはとても時間がかかることなので、その間に経済的な利益を得たいということなんですけれども、私が経験的にお話しすると、漫画または漫画本を出版する、単行本が出るということです。単行本が出ても経済的に良くなりません。経済的な問題の解決が単行本が出る前までにしなければならないわけではありません。ほとんどの場合は単行本が出たところでそんなに大きく改善されません。ではどうすれば改善されるのか。安定的な連載をしてこそ改善ができます。しかし私が経験したところでは、安定した連載、つまり何年にもわたる安定した連載をすると経済的にパッと改善され、その経済的な問題が解決されるのか、
ダメです。ダメです。そしてほとんどの漫画家は漫画家になって活動をしてから10年が経って20年が経っても経済的に安定にはなりません。なぜでしょうか？ディレクターさんはなぜそうすると思いますか？連載を続けられなければその時はニートになるからでしょうか？理由は漫画界は芸術、滞納系だからです。安定的なところをお探しでしたら、トヨタ、ソニー、ヒョンダイ、サムスンに入社しなければなりません。芸術、体育系は基本的に不安定です。不安定ってどういう意味でしょうか？誰かはとてつもない見返りが得られるということです。誰かはトヨタやサムスンで働くより良い結果が得られます。なので芸術、滞納系は不安定なんです。そしてそれが楽しみです。それがいいところです。しかし現実的に大多数のプロ作家になって数十年経っても不安定です。だからこそお金に関する問題は非常に重要な質問です。なのでとてもいい質問です。しかし質問された方の状況を正確に把握することは難しいです。10代ということと独立をしようとすること、経済的な収益が必要だということまではわかるけど、漫画家が今になった状況なのか、受賞されたのかどうか、そして家の経済的な状況はどんなものなのかなどについて私が詳しく知ることは難しいです。この話を悩んだ結果、まずは3つに分けて話をしてみることにしました。まず1つ目、卒業を控えた漫画家志望生の経済的な問題についてまずは一般論です。2番目、卒業して必ず独立しなければならない状況にある場合における経済的な問題について。3番目、受賞またはデビューした新人漫画家の場合、収益はあまりありません。しかしとにかくデビューして漫画家になりました。なので3つに分けて話してみます。1番目です。卒業を控えた漫画家志望者の経済的問題に関する一般論。私の最も一般論はこれです。独立をなるべくしないようにしよう。そしてお金をできるだけ稼がないようにしよう。どうやってお金を稼ぐのですか？お金を稼がない方がいいですよね。なぜか勉強する時がすごく多いからです。着実にカリキュラムを踏んでいけば4年後には私はデビューできる。こんなに決まったことはありません。経済的な安定、単行本、連載、あるいはある以上のヒットとなることが40年後かもしれないし、4年後かもしれないし、ただ来年かもしれないし、あるいは永遠に来ないかもしれません。わかりません。いい大学にコンピューター工学科を入って、卒業後に大企業に就職して段階を踏んでいくようなルートではありません。わかりません。わからないとはどういう意味か。早く望むことを叶えたいということです。そのためにはどうすればいいですか？ものすごく運がいい人だったり、皆さんがものすごい天才だったり、それとも時間を節約しないといけません。私は天才じゃないじゃないですか。私は運が悪いです。なので私はよく知っています。皆さん、天才漫画家たちより私がもっと良いアドバイスができる理由は、確かに時間を節約した方がいいと申し上げたいです。才能さえあればいいのに。私は才能があふれたことがないと思います。本当に一生才能があふれてみたかったです。しかし才能もなく運も悪い私がとにかくここまで漫画家として生きていけたじゃないですか。それが可能だったのは時間を節約したからです。だからこそ漫画家以外の方法でお金を稼ぐこと、漫画を勉強するためにお金を稼ぐことはできるだけしない方がいいです。それなら独立するのが一番いい方法ですが、独立さえしなければ両親がご飯も作ってくれるからご飯を炊く時間が節約されます。皿洗いもしてくださるかもしれません。たまには皆さんがやってください。洗濯もしてくださるかもしれません。その時間をゲームをしないで漫画の勉強をしてください。そうすればいいです。
できるだけ独立しないことをお勧めします。どうやってでも両親が独立しろと言われても、私がゲームもせず友達にも会わずトイレでも漫画を勉強します。そういうわけで独立はしないといけないのでしょうかとご両親とよく話してみてください。それをおすすめします。他の解決策もあります。国が助ける方法です。これは日本だけでなくグローバルの漫画志望者のために申し上げます。国が助けることができるなら具体的にどのように助けるのか、国が漫画家志望者たちが安くあるいは無料で生きていける勉強ができる、そのようなセンターを建設して運営してくれれば、もちろん誰でも来て利用することはできないでしょう。審査をしなければなりません。優れた人でなければ税金で建てられないでしょう。税金というのはとても大切なものですから、税金を使うほど良い漫画家志望者が利用しなければならないでしょう。そういう場合に1年か2年くらい国家センターから支援をもらえるようにするのです。特に1人当たりの国民所得が2万ドル以下の国と、漫画界が存在せずこれから作らなければならない国なら、このセンターは神の一手です。必ず必要です。それで世界各国の政府に私が強力に申し上げたいです。これは神の一手だ。漫画家志望者を助けるためのセンターを建設してください。とてもいいことです。誰かはこうやって質問するかもしれません。貴重な税金をなぜ漫画を勉強するという人に使わなければならないの？その意見も非常に妥当だと思います。なんで他の勉強する人に書くべきじゃないの？勉強をするという全国民の青年たちに使われるべきじゃないの？こんな意見ならごもっともです。私は漁師になりたいんだけど、漁師のためのセンターを建ててくれない？こういうことも可能ですよね。しかしなぜあえて漫画志望生なのか。漫画家志望生はその国の宝物です。その国の文化にとても重要な影響を及ぼす宝物です。日本の漫画家志望生たちは日本の宝物です。私が払った税金が日本の漫画家志望者たちに使われることに私は大賛成です。そんなわけでセンターという方法があります。一般論はこうです。2つ目です。家で両親がご飯も作ってくれてお小遣いもくれるといいですよね。しかし必ず独立しなければならない場合、理由はいろいろあるかもしれません。両親の哲学がそうかもしれないし、私と両親の関係が仕方なくそうするしかないかもしれないし、とにかく私は独立に対する強い熱望がある、そういうこともあるし、経済的な理由でそうするしかないかもしれません。漫画の勉強をするために本土に行くしかないので、あるいはソウルに行くしかないので、そういうこともありますよね。理由はいろいろありますが、必ず独立するしかない場合、独立したら必ず生活費が必要な場合、2つ目はこれについての話です。一番いい方法は両親からお金を借りることです。両親に助けを求める。お金を貸してください。手伝ってくださいよ。ここで大切なこと、必ず返しますが無利子でお金を貸してください。無利子は両親だけが可能です。もちろん必ずしもそうではありません。友達が無利子でお金を貸してくれる場合もあります。無利子でお金を貸していただけませんかと両親に助けを求めることです。このアイデアは私の好きな日本のお医者さんがいます。そのお医者さんが言ったんです。経済的な困難に直面したある人を知ったが、こうやってお話したんです。親に少しでも金を借りなさい。借りたお金が多いかもしれないし少ないかもしれないが、いずれにせよそれだ負担が軽減される。そうすると問題解決のチャンスが生まれるということ。素晴らしいお言葉でした。それで実際にその方がこの言葉を聞いて従ったら問題が解決したと言ってました。このようないい話は漫画家志望者に必要だと思いました。
それで私がこの日本人お医者さんの助言を皆さんにも伝えます。小さなお金でも生活費の半分、それとも生活費の10分の1、それとも1年分、半年分でもいいから、ご両親がしてくれるなら無利子でお金を借りて、そのお金の時間だけ一生懸命勉強した方がいいです。なのでとてもいい方法でおすすめします。ご両親からお金を借りられない方もたくさんいらっしゃるでしょう。そういう場合は皆さんを応援する人たちの助けを少しずつ受けることをおすすめします。ほんの少しずつでもいいです。まだ少し必要なのはいいから助けてもらうことをおすすめします。皆さん、仕事が良い漫画家志望生として今まで生きてきたなら、必ず周りに皆さんを応援する方々がいると思います。友達や友達の親戚かもしれないし、それとも私が幼い頃バイトしてたコンビニの社長、あるいはそこで会った客、隣の誰にでもなれるでしょう。皆さんが応援してくれる人が周りに誰もいなければ、皆さんはそんなにいい漫画家志望生じゃないんです。遅くないです。これからできます。ちょっとした助けでもいいです。例を挙げれば、今日から独立を始めたんですが、夜ご飯一食も手伝ってもらうことになったら、そういう小さな経済的な助けも受けられるんです。そういうことだけあっても皆さんは大きな助けをもらうことができます。私が93年にデビューしたんですが、92年の冬に描いた作品でデビューしたんです。92年の冬に作品を描こうとしたんですが、スクリーントーンを買うお金がなかったんです。なので私が周りの友達と私の姉に、誕生日プレゼントでスクリーントーンを前もって買ってくれない？話にならない話だが、私の友達と実の姉は誕生日が来る前に誕生日プレゼントでスクリーントーンを買ってくれました。その中でスクリーントーンを買ってくれた私の友達一人が、ボイチ、あなた漫画家になると漫画家の象徴であるパンの帽子をプレゼントするよ、と言っていました。その翌年にそのスクリーントーンで描いた原稿でデビューをしました。実際にその友達がパンの帽子を買ってくれました。それが1993年のある日のことなんですが、このパンの帽子を私がまだ持っています。1993年に私の友達がプレゼントをくれたパン帽子です。これです。私たちの宝物です。昨日も帽子をかぶってみたけど、マスクにこうするとすごく面白いですね。こんな助けを必ず受けてください。もらう代わりに良い作家になってください。私はそんなにいい作家になれなくて応援してくれた人たちに申し訳ないんですが、できるだけ良い作家になって他の漫画家志望生方々を応援してください。そうすればいいですよね。いい方法がまだあります。私たち皆が知っている方法です。お金を稼ぐのもいいですが、お金を少なく使うことができたらどうでしょうか。つまり節約をうまくやってはどうですか。私が月に10万円は稼がないと生活できないけど、しかし5万円稼いでも生活できるとしたらどうですか。それだけお金を稼ぐ時間を半分に減らすことができるじゃないですか。それだけ勉強に邁進することができます。ここで重要な節約の原則があります。節約するために時間を費やすことは絶対にいけません。なぜか、時間がないから節約するんです。皆さんは稼ぐお金が一定で、これを老後対策として集めるために、あるいは家を買うために節約するのではないじゃないですか。それは後で漫画家になってからやるんです。たくさん稼いで連載をしようとしてるんです。でも今は時間を節約するために、そのために節約することなので、節約するために時間を使えばいいし、時間も節約してお金も節約する節約法を皆さんが選択しなければなりません。これがまさに漫画家志望生の節約の重要なポイントです。アルバイトをする方法があるでしょう。とにかく両親からお金を借りられないならバイトをするしかないです。昔の韓国の漫画家志望生にはたまにこういうことがありました。ソウルに来たの？それならここに来て暮らしてもいいよ。
ここに残った部屋が一つあるからここで生活して。こういう風に助けてくれる方たちがいました。こういう助けがあればとてもいいでしょう。心配しないで勉強でも頑張って。ご飯の心配はしないでスプーンだけ持ってきて。こういうケースがかなりありました。皆さんがそういう場合があったらすごく嬉しいですよね。でも普通はそうじゃないですよね。とにかくバイトをするしかない状況があると思います。アルバイトはほとんどの学生にとってとてもいい経験です。お金も稼いで人生経験もして多くのことを学ぶことができます。私が見るには漫画家志望生の皆さんにはそこまで良い経験ではありません。他の学生ほど良い経験ではありません。相対的にそうだということです。とにかくバイトを少なくできたらいいなと思っています。ただのバイトじゃなくて、漫画を勉強したスキルを利用してできるバイトがあればとても良いでしょう。その中で一番いいのは、私の考えではアシスタントです。出版社に行って、ある程度実力が認められ、出版社の紹介で漫画家のアシスタントになれたら、漫画でお金を稼いでその分漫画の実力も上がってプロ作家の原稿に参加して、いろんなことを学ぶことができるし、運が良ければそのプロの作家たちからいろんなことを学ぶこともできるでしょう。在宅勤務が便利ですが、オフィスに出勤できることをお勧めします。なぜか学ぶことが重要だからです。プロの作家が実際に仕事をしているのを見ることができればはるかに良い。これについてはもっと良いということを私が強く証言することができます。私たちの画室のスタッフたちも出勤した時と在宅勤務は実力の上昇が全く違います。私がこの数年間何回も在宅状態で教えようと努力してみて呼んで教えてみたんですが、本当に努力をいくらたくさんしても画質に呼んで教えると効果が出ます。呼んで働けば全然違います。私が数えきれないほど経験をしてきたからです。クロスチェックしたのでそれは確実にお話しできます。その次、アマチュアのイベントとかもあるかもしれないんですけど、コミケのような行事があるでしょう。ここで人気作家として大成功をすればすごくいいんだけど、問題はごく少数だけになるということです。それで私は来年から独立しないといけないし、来年から生活費を稼がないといけないから、じゃあ今年の年末にコミケに行ってお金を稼いでみようか。人気作家になるかもしれませんが、ダメなら全ての計画が狂うじゃないですか。おそらく高い確率で赤字になる可能性があり、持っていた生活費も無駄にする可能性があります。自費出版しないといけないので、そういう危険があるかもしれません。そしてゲーム関係のこととか、デジタル漫画の時代になってやることが以前よりたくさん増えているんですよ。とにかくいろいろあります。よく探してこんなことをすることは良いと思います。でも私がおすすめするのは、単純に私の技術でお金を稼ぐことだけでなく、技術と経験も積むことができる上に、お金も稼ぎながら勉強になる方法をできるだけ選びたいということです。その次に3番目、このような独立したい漫画家志望生のために国家センターが運営してくれるのです。1人当たりの国民所得2万ドル以下の国と、まだ漫画界がなくてこれから作るべき国で漫画センター運営は神の一手です。話しながら考えてみたんですが、2万ドル以上の国も神の一手です。国が豊かでも漫画家志望の学生はお金持ちではないかもしれません。その次、10代後半、20代前半中盤の若い漫画家が経済的安定を得る方法。先ほども申し上げましたが、若い新人漫画家が経済的な安定を得る方法は簡単ではありません。若くない年齢になっても簡単ではありません。40代になってもデビューしてから20年が経っても経済的安定は容易ではありません。実際、現実的にほとんどの漫画家は40代になって50代になっても経済的に豊かになったり経済的に安定しません。そして私がもう一度強調しますが、そういうのが漫画の面白いところです。
経済的な安定を追求するために漫画家になるという人は驚くべき天才だったり、あるいは非常に高い確率でバカです。経済的な安定が見つかったら勉強をしてトヨタに行ってください。 IT 会社はよくわからないですね。経済的安定を得るのは容易ではない。しかしそれにもかかわらず努力をする必要がないというわけではありません。普通たくさん選択することはアシスタントのお仕事です。新人作家になってもアシスタントを昔はすごくたくさんしていました。しかもかなり年を取った漫画家でも連載が終わる間にアシスタントをすることがたくさんありました。私が昔韓国で知っていた同僚作家がいたのですが、2000年のことなんですけれども、その方はかなり人気作家でかなり長い間安定して連載をされたんですよ。本もよく売れました。その連載が終わってその間に自分のチームと事務室をそのまま維持したかったんです。だからお金が足りなかったんです。だいぶ売れたとしても当時韓国の漫画界の観点からは大きな収入ではありませんでした。だからこそチームを特に維持していて事務室も維持するためにこの方がどんな選択をしたかというと、ナイトクラブでウェーターをしました。そういうことがありました。面白いエピソードがあるんですが、いつかお話しします。最近はアシスタントの仕事がかなり減っています。韓国では私が聞いたところではアシストシステムがあることはあるんですが、たくさん崩壊したと聞きました。日本の方もだいぶ減っています。とにかくそういう方法もありますが、私がおすすめする一番いい方法は速さで解決せよ。速度と多様な漫画を描くことができるスキルも重要ですが、この2つにもっと重要なのは速度です。第2にさまざまな漫画を描くスキルが必要です。新人作家は企画書も作らないといけないし、投資者の依頼を受けた仕事もしながら追加的に他の仕事をしなければならず、そのためには手が速くなければなりません。漫画を早く作れないといけません。スピーディーさと多彩な漫画を描くことができるスキルを身につけた新人作家なら、まだ私が連載を取ってませんけれど、短編を描いても十分に生きていけます。原稿料が1万円なら月に24ページの短編を1つずつ描くことができれば月に24万を稼ぐことができます。それは生きていけるじゃないですか。月に24ページの短編を描くには10日間企画して準備して10日間ネームを組むことになったら10日で描かないといけません。10日で描くには下書きまで終えたんですが、1日 2.5 枚を描かなければなりません。不可能な数字ではありません。手が早ければ可能です。ネームを早く組んで10日もかからなければもっと多くの時間を得ることができます。不可能ではありません。可能です。不可能だとお考えでしたら皆さんの手が遅いってことです。こうやって言うんですけど、私が新人作家の頃は私はすごくゆっくり描きました。こんな話はちょっと申し訳ないですね。私が漫画家志望生の時は大学の入学試験を受けて家に帰ってそのまま絵を描き始めて、その次の日までペンタッチまでして27枚も描いたことがあります。新人漫画家になった時はわざとゆっくりしました。その次に新人作家の節約は人生の大事な経験だと思います。私は新人作家時代に本当に多くの節約をしました。ところで私はあの時の経験がとても楽しくて誇らしいです。そして節約がとても楽しいです。節約は思ったより本当に楽しいです。なぜか私の夢のための節約じゃないですか。自分の好きなことをするための節約なんです。とても楽しかったです。私の経験上では料理をするのがすごくいい節約になるんですよ。料理をしたら生活の質も上がってストレスも解消されて、そして何より節約になります。ここで最後にこの話をしないわけにはいきませんね。
国が新人漫画家たちの経済的な問題をたくさん解決してくれるためのセンターを運営してくれるとどうでしょうか。私が漫画家志望生のための国が運営するセンターがあればいいと言っていたんですけど、今度は新人作家たち、または非主流作家たち、立派な作品を作るがあまり金儲けにならない作家たちのためのセンターを運営してくれたらどうですか。韓国にはあります。私がセンターの話を続けているのは見て経験もしてみてよく知っているからです。言葉では言い表せないほど役に立ちます。本当に大きな効果があります。国が新人漫画家のためのセンターをぜひ運営してほしいです。日本の文化庁で漫画家志望の数十人を集めて漫画を勉強できるように助けて支援してくれるプログラムを運営していました。そこの授賞式兼卒業式の行事に私が光栄にも招待されていきました。本当にとても素敵なことだと思います。本当にありがとうございます。日本文化庁がよくしてくださって本当にありがとうございます。あえて私が追加でお話しすると、数千単位ならいいと思います。それが少なくとも1000人。そして生きていけるように支援してくれればもっといいと思います。こういうことが叶えば誰かがその助けをもらえるじゃないですか。あの人がドン・キホーテじゃないの？ドン・キホーテと言われたらどうですか？実現すれば誰かは助けを受けることができ、漫画界に素敵なことが起こるかもしれないし、あるいはどの国が漫画界が誕生して文化がもっと発展することもあります。これが全部ドン・キホーテの空間です。これまでディレクターとスティーブと一緒に構想していたものがあるんですが、この機会に公開して一度試してみようと思います。月に1日くらい漫画家志望生の方をスタジオにお招きして、気になることを私に聞きながら話をして、それを YouTube で作って、その代わりにその方には出演料1万円を差し上げるコーナーをやってみたいです。出演料1万円はあの漫画家志望者には大金ではないでしょう。スクリーントーンを何枚か買うお金、または食事何食かを解決できるお金になるでしょう。しかし私が先ほど申し上げたように、そのような小さな助けでもあればいいのではないですか。時間を節約できます。そしてまた来て私に気になることを楽に聞くことができます。こうやって一度やってみるのはどうかと思います。いらっしゃって出演したい方はどんな映像でもいいのでコメントを残してください。うちのディレクターさんがメールアドレスを教えますので、プロフィールと自分の考えや自己紹介、聞きたいことと何かを学びたいこういうことについての簡単な説明、そのようにメールをくだされば、私たちが判断した後お迎えするのを一度やってみようかと思います。撮影方式は、私はマスクをしていますが、皆さんは声が必ず公開されると思います。そんな撮影条件で行われる予定です。それともマスクを作ってきてもいいです。私もジャンプ作家さんたちの真似を少しでもしてみたくてこれを使っているんじゃないですか。とても熱いです。ジャンプ作家さんたちが顔と声を楽に公開するときは、私もこれをすぐに脱ぎます。出演を希望される方は少しの出演料ももらって気になることも聞いていただいて、 YouTube で質問をされるなら他の漫画家志望者にも大いに役立つでしょう。駅までお越しになったらディレクターさんが車で迎えに行きます。ここの YouTube スタジオにお連れする時も駅までお送りします。それでは今回の映像はここまで。皆さんありがとうございます。